まさか4本目まで入るのか、そう思わせるほどの異常な夜がクアーズフィールドで始まっていました。そして最後に球場を包んだのは、言葉では表現しきれないほどの大歓声。打球が高々と舞い上がり、外野手が後ろへ下がる。もう一歩、さらに一歩。しかし、その足は止まります。白球はそのまま外野スタンドへ吸い込まれていく。大谷翔平。この日、ロサンゼルス、ドジャースの背番号17が見せたものは、単なる猛打ではありませんでした。1試合4本塁打。MLB の長い歴史を見ても、誰もが簡単に想像できるような出来事ではありません。対する相手はコロラド、ノッキーズ。舞台はクアーズ、フィールドです。標高の高さから打者にとって本塁打が生まれやすい球場として知られていますが、それでも、この日の大谷の打撃は別次元でした。試合前から、どこか独特の空気が漂っていました。ドジャースの選手たちがグラウンドへ姿を現す。スタンドからは大きな拍手。そして大谷がバッティングケージへ入った瞬間、球場のあちこちから声が飛びます。大谷翔平。しかし、大谷本人はいつもと変わりません。静かに構える。一度、呼吸を整える。そしてバットを振る。派手な動きはありません。ところが、そのスイングには明らかな鋭さがありました。そして試合が始まります。ノッキーズも、もちろん簡単には勝負してきません。初回、大谷の最初の打席、投手は慎重に外角を中心に攻めます。1球、2球、大谷はボールを見極めていく。そして迎えた1球、甘く入ったボールに、大谷のバットが一閃しました。打った、強烈な打球、右翼方向へ伸びていきます。外野手が追う。しかし、途中で動きが止まりました。入った、先制のホームランです。球場が一気に湧き上がりました。大谷は落ち着いてベースを回り、ドジャースベンチへ戻っていきます。すると待っていたチームメイトが次々と大谷を迎える。ハイタッチ、笑顔、大きな歓声。まだ試合は始まったばかりです。それでも、何かが起こる。そんな予感を感じさせる一打でした。しかし、この時まだ誰も気づいていませんでした。この一本が、その日の物語の始まりに過ぎなかったことを、ノッキーズも反撃します。中盤へ進むにつれ、ドジャース投手陣に対して打線が食らいつく。長打と四球を絡めながら走者をため、試合は次第に緊張感を増していきます。ドジャースベンチでは、デーブ、ロバーツ監督がグラウンドを見つめています。そして、その視線の先には大谷の次の打席が近づいてきました。2打席目。今度はロッキーズの投手も明らかに配球を変えてきます。速球で押す。変化球でタイミングを外す。低めへ逃げる。しかし、大谷は簡単には崩れません。1球、ファウル、またファウル。球場の空気が少しずつ変わっていきます。観客も、その打席から目を離せない。そしてカウントが進み、勝負の1球が来ました。大谷が振る。打球は左中間へ。外野手が追います。しかし、またしても届かない。スタンドへ一直線。2本目のホームランです。球場が再び大爆発しました。大谷はベースを回りながら打球の行方を確認し、そのままホームへ向かいます。ドジャースベンチからは選手たちが次々と飛び出してくる。2本目。まだ試合の途中です。ところが、すでに普通の試合ではありませんでした。今日の大谷は違う。そんな空気が、球場全体に広がり始めます。そしてロッキーズ側にも、明らかな警戒が見え始めました。投手交代。大谷への勝負を意識した動きです。次の打席では、どんな配球が待っているのか、日本で終わるのか、それとも、さらにその先があるのか、まだ誰にもわかりません。しかし、本当の勝負はここからでした。試合は後半へ向かいます。そして大谷翔平に、3度目の打席が回ってきます。ここから流れは、完全に変わろうとしていました。3本目が現実になるのか、球場中の視線が、再び背番号17へ集まっていきます。試合は後半へ入りました。スコアは拮抗。ドジャースもロッキーズも、一つのミスが試合の流れを変えてしまうような緊張感の中でプレーしています。しかし、そんな状況でも球場の視線だけは、ある一人の打者から離れません。大谷翔平。すでに2本のホームラン。普通なら、それだけで十分すぎるほどの大活躍です。ところが、この日の大谷はそこで止まりませんでした。3打席目。
ノッキーズの投手はマウンド上で何度もサインを確認します。捕手も慎重です。内角へ投げれば長打の危険がある。外角へ逃げれば大谷のリーチに届いてしまう。低めへ落とせば見極められる可能性がある。まさに、一球ごとが勝負でした。初球、外角低め。大谷は見送ります。ストライク。二球目、内角への速球。大谷はファウル。観客からどよめきが起こります。そして三球目、変化球。しかし、大谷は崩れません。しっかりとボールを見極めました。カウントが追い込まれていく。それでも焦げる様子はありません。打席の中で一度、深く息を吐く。バットを握り直す。そして投手を見る。次の球。投手が腕を振った瞬間、大谷の身体が反応しました。打った。打球は高く舞い上がります。センター方向。外野手が下がる。さらに下がる。フェンス際でジャンプ。しかし、届かない。3本目のホームランです。球場が完全に沸騰しました。ドジャースベンチでは選手たちが頭を抱え、信じられないという表情で笑っています。デーブ、ロバーツ監督も思わず両手を広げました。まるで、本当に起きているのか、と確認するような表情です。一方のロッキーズ側には明らかな動揺が見えます。投手はマウンド上で深く息を吐く。捕手と短く会話する。守備陣も互いに声を掛け合う。しかし、まだ一つの可能性が残っていました。大谷には、もう一度打席が回ってくるかもしれない。そして試合終盤、ノッキーズが追い上げを見せ、試合は再び緊迫した展開へ入っていきます。ドジャースベンチではロバーツ監督が選手交代を確認。そして、大谷の次の打席が近づいてきます。日本のスポーツメディアは速報を連発。アメリカの実況席でも、もし4本目が出れば歴史的な一日になると、興奮を隠せません。観客席ではスマートフォンを構えるファンが増えていきます。大谷がベンチから立ち上がっただけで、球場から歓声が起こる。もう、その存在そのものが球場の空気を動かしていました。そして、ついにその時が近づきます。終盤、走者を置いた場面で、大谷が打席へ向かいます。球場全体が立ち上がる。ノッキーズの投手は明らかに慎重です。初球、外角、ボール、2球目、低め、またボール。大谷は一度タイムを取ります。打席を外し、空を見上げる。そして、もう一度打席へ。捕手からサインが出る。投手がセットポジションに入る。球場が静まり返りました。3球目、速球。大谷はファウル。追い込まれます。4本目を狙う大谷。対する投手も必死です。次の1球をどうするのか。ドジャースベンチではロバーツ監督がじっと見つめています。観客は息を止めています。日本のファンも画面から目を離せません。アメリカの解説者が声を落とします。もし、ここで入れば、誰も、その先の言葉を口にしません。球場全体が次の1球だけを待っています。そして投手が、ゆっくりと腕を振りました。ボールが追い屋へ向かっていく。ところが、この1球が全てを変えます。大谷のバットが、静かに動き始めました。そして次の瞬間、打った。その瞬間、食わず、フィールドを埋め尽くしていた観客から、巨大な叫び声が上がりました。大谷翔平のバットが、ボールを完璧に捉えたのです。乾いた打球音、高く舞い上がる8球、そして猛烈な勢いで伸びていく打球、センター方向、外野手が振り返ります。走る。しかし、もう間に合わない。ボールはそのままスタンドへ吸い込まれました。ホームラン。4本目。大谷翔平。1試合4本塁打。球場が揺れます。まるで地震のような大歓声。観客は一斉に立ち上がり、両手を突き上げ、目の前で起きた光景を信じられないまま叫び続けます。ベンチからドジャースの選手たちが一斉に飛び出してきました。大谷は一塁を回る。二塁へ。三塁へ。そしてホームへ。待っていた仲間たちが、大谷を取り囲みます。ハイタッチ。応用。背中を叩く選手。誰もが笑っています。そして、その輪の中心にいた大谷自身も、ようやく大きな笑顔を見せました。鳥肌が立つ瞬間でした。この瞬間、歴史が動いたのです。1試合4本塁打。一人の打者が、同じ試合の中で4度のスタンドを沸かせる。しかも、相手は MLB の投手陣です。ただ力任せに打ったわけではありません。1打席目では甘い球を逃さない。
2打席目では粘りながら球種を見極める。3打席目では厳しい配球の中から失投を捉える。そして最後の打席では、追い込まれても決して崩れない。そこにあったのは、圧倒的なパワーだけではありませんでした。観察力、判断力、集中力、そして最後の一球を仕留める勝負強さ。すべてが重なったからこそ、この4本が生まれたのです。そして、もう一人、この歴史的な瞬間をベンチから見届けていた男がいました。デーブ・ロバーツ監督です。4本目のホームランがスタンドへ消えた瞬間、ロバーツ監督はしばらく動きませんでした。目を見開く。両手を頭に当てる。そして選手たちが大谷を囲んだ頃には、目に涙を浮かべていました。長いシーズン、数えきれないほどの試合、勝利も敗北も経験してきた指揮官です。それでも、この光景は特別だったのでしょう。ロバーツ監督は大谷の元へ歩み寄り、力強く抱きしめます。そして何度も大谷の背中を叩きました。そこにあったのは、監督としての誇りだけではありません。一人の野球人として、この瞬間を目撃できた喜びでした。スタンドではドジャースファンだけではありません。ロッキーズファンからも大や大きな拍手が送られます。敵地であっても、歴史的な瞬間を目撃した観客は、その価値を理解していました。日本のファンも大興奮。テレビ画面の前では、本当に4本打ったのか、と何度も確認するような反応が広がります。アメリカのメディアも速報を一斉に配信。異常な一日。歴史的な夜。信じられない打撃。そんな言葉が並びます。しかし、この日の価値は本塁打の本数だけではありません。大谷翔平という選手が、また一つ、不可能、と呼ばれていた領域へ踏み込んだこと。それこそが、この夜の最大の意味でした。二刀流という言葉だけでも、すでに野球界の常識を変えてきた大谷。そして今度は、一試合を本塁打という異次元の打撃で、観客の記憶に残る夜を作り上げました。試合終了後、クラブハウスへ戻る大家に、仲間たちから再び大きな拍手が起こります。ロバーツ監督は涙を拭いながら笑っています。大谷は照れたように笑い、仲間たちに頭を下げる。派手なガッツポーズをするわけでもない。ただ静かに、その瞬間を受け止めます。しかし、それこそが大谷翔平らしさでした。球場に残ったファンは、なかなか帰ろうとしません。今日、自分たちが見たものを確かめるように、スタンドを見渡しています。そして誰もが分かっていました。これは、ただの一勝ではない。ただのホームラン記録でもない。大谷翔平が、また野球の歴史を動かした日なのだと。一発目で驚かせた。二発目で現実を疑わせた。三発目で歴史を予感させた。そして四発目で、全てを現実にした。食わず、フィールドに響き渡った歓声は、なかなか消えませんでした。その夜、世界中の野球ファンが同じ映像を繰り返し見ました。大谷のスイング、飛んでいく8球、スタンドの熱狂、そして、涙を流すロバーツ監督。誰も予想できない展開が待っていました。本当のドラマは、ここから始まります。なぜなら、大谷翔平にとって、この4本塁打はゴールではないからです。歴史を変えたその夜でさえ、彼は次の試合を見据えている。またバットを握る。また打席に立つ。そして、また新しい常識へ挑戦する。野球の歴史に刻まれた、忘れられない一夜。その中心にいたのは、背番号17、大谷翔平。誰もが夢物語だと思った光景を、彼は現実のものにしてしまいました。そして今、世界中のファンが待っています。次は、一体何を見せてくれるのか。その答えは、まだ誰にもわかりません。だからこそ、大谷翔平の物語から目を離すことができないのです。